どうも、メガネの工具専門店三西村のマスです。山本です。はい。今回もですね、メガネ屋さんでしか知らないであろうシリーズ第2弾ということですね。はい。いつも通り一般の方は置き去りになる動画になるとは思うんですけれども、はい、この動画にたどり着いてるってことは相当メガネのことは好きだと思いますので、こういったものに興味のある方は楽しんでもらえるんじゃないかと思います。そうですね。で、今回はメガネ用の工具があるんですけれども、そのメガネ用の工具をカスタマイズしてパワーアップするツールをですね、紹介させていただこうかと思いますので、早速見ていきましょうか。はい。行きましょう。はい、やりましょう。はい。ではですね、まずはじめになんですけれども、そもそもメガネでどういう工具を使ってるのかって話だけちょっと先にさせてもらいますね。はい。まずこんな感じの、両方金属になってるような、はい、やっとことか、あとは片方だけ、もう白いプラスチックがついてたりとか、片方だけ金属のものであったりとか、あとはもう両方プラスチックがついてるたりとか、こういったものがあるんですけれども、メガネもやっとこう使うような部分っていうのは、基本、大半がですね、金属だと思うんですよ。で、金属同士がやっぱり直接当たってしまうと、想像通り、傷になってしまうと思うんですね。で、そのために、やっとこの先に取り付けて、直接金属が当たらないように、そういうカバーができるようなアイテムがいくつかあるんで、今回はそれを紹介させていただこうかと思います。それではですね、まず一つ目なんですけれども、製品ナンバーが977番。ツールゴムコーティング。ツールゴムコーティングですね。カラーがブルー、レッド、ブラック。ブラックと3色ありますね。中身の成分自身は一緒なんですけども、色は好みによって選択してもらって大丈夫。これ実際ちょっと中開けてみていいですか？どうぞ。どんな感じかちょっと見てもらいましょうか。ちょっとドロッとした液体ですからね。そうです。ちょっとこうペンキ状ですかね。こんな感じですね。これが数時間塗ってからですね。例えば完全なゴム状態になります。カーブで。で、実際にやっとこにつけてるものが、そちらですね。そうですね。はい。こんな感じですね。はい。元のやっとこはですね、こんな感じだったんですけれども、ここにドボンと漬け込んで、一晩。つける感じちょっとやってみましょうかね。やっとそのまま、この状態でつけてもらったらいいです。液がついたらちょっと何度か振ってもらって、振り切ってもらった方がいい。で、そのまま台にかけてもらったらいいと思います。これで、こうなってしまえば、もうここはゴムの被膜がついてる状態なので、メガネこう触ってもらっても傷にならないということですね。金属側は傷防止。で、プラスチックも滑り止めになりますので。そうですね。こういうジュラコンっていうね、白いプラスチックは硬いんですけど、ちょっと滑りやすいっていう、その通りですね。そういう意味も込めて、こういうふうに使った方がいいということですね。はい、そうです。特にね、この先端が細かったり、円錐状の部分は特に有効です。はい、ありがとうございます。じゃあ次、紹介させていただくのが、やっとこう先カバーですね。実際こんな筒状のものですよね。これをどうやって使うんですかね。これをね、やっとこの先端細い、例えば先端が細い円錐状になったようなものでもいいです。平らなものでも大丈夫です。それからこういう形状のものにも有効ですね。円錐状でも。これ抜けないんですか？抜けます。抜けます。抜けます。実は、バーナーでね、ライターでもいいんですけど、強力な。こういったもので炙ってもらったら、消色しますので。ここに差し込んでカットして、収縮させる。そうですね。実際に今からやってみますか？やってみましょうか。いわゆるスイッチ入れて、そのままストッパーとって、そのまま置いてます。これ最初から入れてます。今度はこちらも入れました。この状態で、こういうふうに、こっちをね、炙ってあげる。炙ってもらいます。あんまり近づけすぎて、時間をかけすぎると燃えますので、ゴムですんでね。黒焦げにもなっちゃいますね。なりますね。焦げます。だから、ちょっとこう離した状態で、これぐらいの感じで、もうこれで完成です。あとはもう余分なところをハサミで切るといいので、これで完成ということです。今の状態でも引っ張っても少々では抜けます。ちょっとこう力入れて、挟んだ場合に、後でまた抜けやすくなる場合がありますのでね。円錐状は抜けますけど、へっこみがある場合は、全然問題ない。まず抜けることないですから。そうですね。それで止まってくれます。大丈夫です。はい。ありがとうございます。そういうへこみがあるタイプでも使えるということですね。そうです。もし破れたり、そういった場合はもう一度新たに取り付けてもらうということにはなりますけど。永久じゃございません。このガムコーティングって4時間ぐらいやっぱ時間はそうですね。時間的には圧倒的に短いですね。こちらの方がね。はい。わかりました。はい。それではですね、3つ目が製品ナンバー927番のプロテクトフィルムテープ。A と B がありましてね。A は幅が38ミリ、B の方が18ミリになる。テープのような、こんな使い方ですね。弱粘着で、のり残りも少ないという特徴があります。で、簡単にカットして使うことができる。そうです。柔らかい、細いです。薄いですからね。もう手でも十分切れますね。綺麗にしたい方はハサミとかで切ってもらった方がいいかもしれないんですけど、これをやっとこう先にこう巻きつけて保護してあげる。で、実際に取り付けたものが、
これ。こういうものですね。はい。もう薄い皮膜になるんで、細かい作業をするようでやっとことかになんですね。厚み気にせずに使うことができる。はい。その場でもう、くるくるっと巻いてもらっていいですから。そうですね。あとは巻き付けの量に合わせて、はい、厚みも出てくるんで、厚み持たせたいなって時なんかはもういっぱい巻き付けてもらえたら自由にねで、すよね。やってもらっていいと思います。はい。そういう特徴を持っている。はい。簡単に使える、そうです。プロテクトフィルムテープとはいいうものでございます。長さはいずれも100メートルあります。100メートルもあるんですか？相当使えます。相当使えますね。はい。 1個買えばずっと使えますね、これは。はい。ありがとうございます。はい。はい。では、それでは最後ですね。1029番の滑り止めシールですね。こういうものですね。はい。これはシールになってるんですね。はい。こんな感じで。はい。で、表面が、ボコボコ、デコボコしてる感じ。ザラザラでしょ。はい。ザラザラで滑りにくいですね。これをやっとこうに、まあこういうプラスチックの部分、はい。平たい金属の部分とかに貼って使うようなそうです。感じです。やっとこの先がね、欠点はね、ちょっとツルツルして滑りやすいんです。はい。それで、これが非常に有効になる。はい。これ一回やってみましょうか。はい。このように貼り付けて、はい。それはハサミ余ったところを切ってくださピカッとしておくと。はい。い。それで完成です。これだけですよはい。ね。はい。まあ見た目もね、透明なんで、はい。やっとこのね、見た目、損なわないですし、非常にいいですよね。そうです。結構固定するやっとことか、うんね、比較的しっかりと握り込みたい時とか、そういったものに使うといいかもしれないですね。そうです滑らないですし、あと、このデコボコしてる部分が逆に傷にならないのかっていう心配の声もあるんですけれども、意外と柔らかかったりするので、これでフレームを触ってもらっても全然傷にはならない。はい。あとね、うちの方に284番。作業台ってあるんですよ。まあ、ネジ締めたり、ヤスリかけたり、はい何でも使えるんですけど、はい。これもすでにもうゴム貼ってるんですけど、はい。ちょっとつるっとしてるので、この上に貼って、はいより滑りにくくしようと思いましたら、そういった時も利用できますし、やっとこう以外のもんで工具で何か役に立てれば、利用してもらったらいいと。いろんな使い方ができるという。はい。でもこれだけ量があったらね、そうです。もう一回使えますし、こういうのも使って使えますよねそうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、はい。番外編行きましょうか行き。ましょはい。今回やっとこのカバーとかですね、保護カバーとか、滑り止めとか、はい傷予防として使うツールを紹介させてもらいましたけど、はいそれつながりで、はいこういう1003番のはいグリップゴムシートっていうのがあるんですよね。はいこれもご紹介してもらいましょうう。か。はい。はい例えば、ちょっとこう、リムが広がった時に、直接こう金属でセットするよりも、うん金属側の方だけ、このゴムシートをちょっと巻いてもらうんですね。はあ軽く。はい。まあ、皆さんメガネ屋さんでやってるのはセリートでね、うん大体なさってると思う。メガネ浮きはい。ですね傷防止のためにね。で、セリートよりもゴムですんで、非常に滑りにくいっていうのが特徴です。はい。はい。で、ここにただ当てがっといて、そのまま広がった幅をちょっとこうリムを狭めてもらう。そういう時に使ってもらって。そうですね。はいメガネ武器よりも滑らないですし、もう、結構伸び縮みしますからね。結構使いやすい。あと、まあ、使いにくかったら、はいハサミで適当に小さく、はカットしてもらって、はい使ってもらっても何の問題もない。カットしても好きな形にしてもらって使えるということですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ここまでですね、今回は、やっとこう、パワーアップさせるツールをですね、うん紹介させていただきましたね。はい。はい。まあ、調整の時にやっぱり一番気をつけないといけないことっていうのは、メガネ、傷。傷とね、滑り止めって大切になってきますよね。そうですよね。調整するときね。はい。メガネってやっぱり細かい調整が必要になってくるので、うんこういった保護するツールっていうのが必要になってきます。大事だと思いますね。はい特にお客さんのメガネ預かるわけですから、そうですね。やっぱり傷になったんではちょっと具合悪い。はい。ということで今回はね、はいやっとこのカスタマイズツールということではい紹介させていただきました。はい今後もちょっと今回マニアックな内容でしたけれども、そういう動画はどんどん撮っていきたいと思っておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。どうもありがとうございましたありがとうご。ざいました。